りました。20万20万かける10年やってるんで、はい、結構進んでると思います。日本の30代で一番進んでることなんで
皮から手作りっていうのがかなり強みではあるんですけど、なんか工房を併設してるお店ってそうそうないと思うんですよ。でそれを生かしたあんも手作りで皮も手作りで餃子も人の手で包んでてっていうのがうちの強み圧倒的やと思います。皮も水と焼き餃子とかで厚み変えてるんで、なんでそうなると多分そこまで作り込んだ店っていうのは多分ないんじゃないですかね。それを全部店舗で完結させてるんで。香り付けかなんか香辛料が入ってるんですか？入ってますね。ウーシャンフェンっていう中華スパイスが入ってます。あれは前のお店からお勉強されて、ここの大正のお店をオープンした途中ですね。東京の人気の餃子屋さんがあるんですけど、はい、そこに視察行った時にそれは水餃子にかかってて、うわ美味しいと思ってそのまま見よう見まねで作ったんで、本当に配合とかも結構本来のウーシャンフェンをあまり知らずにオリジナルで、はい、その味に思い出しながら作ったみたいなですね。はい。じゃあ結構開発当初は苦労されたんじゃないですか？そうですね、何回もなんですけど、僕めっちゃしつこいんで結構何回も作ります。今もそうなんですけど、こういいなと思ったら割とずっと作り込めるタイプなんで、で失敗したら次作ろうっていう感じで結構買いますね。餃子の皮も何やかんや毎年変わってるよな。毎年変わってますね。すぐ変わります。すぐ変わりますね、うちは。はい。食の唐揚げと単品でもあるんで、で下揚げしている感じですね。店舗に置くお店のベースとなる調味料で2つすごい手かけて作ってるのがあるんですけど、1つは鶏ガラスープは甲子園のお店で毎日それも炊いてます。でっかい寸胴で炊いて、やっぱりラーメン屋さんと変わらないぐらいスープを一から使ってて、っていうのが1つと、もう1つが餃子とかほとんどの料理に入ってるんですけど、醤油麹を自家製で作ってます。麹から発酵させてっていうのを堺の方に別でセントラルキッチンで持ってるんですけど、そこで醤油麹はもうずっと発酵させて作ってるっていうのが店の基本調味料で、結構、醤油使うもの全てには使うんで、その基本の味としては入ってます。手作りは結構してますね。パンはですね、鶏ガラスープがめちゃくちゃ先ほど仕込んだスープが入ってるっていうのはこだわりなんですけど、それ以外で言うとうち豚ミンチっていうのでお肉仕入れてなくて、豚ミンチでも部位を腕とかもう部位を4種類か5種類ぐらいに分けて、発注してそれを混ぜてます。理由がなんか豚バラミンチで仕入れてしまうと油の含流量生き物なんで日によって違うんですよ。今日は 80% 油だから 20% が赤身でとかで比率が変わるんですけど、赤身は赤身、脂身は脂身で発注することで確実に一定の油の比率であんが作れるので、それぐらいですかね、意識してるのは。はい、いただきます。まさか20個ぐらいでいいかな。オープンします。今でも餃子は僕が最速なんですよ、多分。ああ、そうですか。はい。まだ多分一番早いよな。届けません。私。ようこそ。やせほんまにめちゃくちゃ早いです。僕めっちゃ早いです。たまに餃子だけ積みに来てくださいって言われるんですよ。
っぱこう包まないと帰れなかったんで、次の日のとか朝とかも遅いとすごい出勤時間が早くなってしまうじゃないですか。やっぱ人の体って慣れるもんで、早くなりましたね。サラリーマンの時から、餃子屋さんで働いてたんで、どれぐらいやろう、年間で 1000×200 は20万ぐらい。20万かける10年やってるんで、はい、結構進んでると思います。日本の30代で一番進んでることですね。アランさん行きます。絶対に食べてほしいのはやっぱり皮が手作りっていうのがかなり他の店と違って強みになるんで、焼き餃子と水餃子を食べてほしいです。シンプルなやつなんですけど、こっちもその皮を変えてるので、皮を違えば小麦が違えばこんなに違うんやっていうのは多分結構感じれると思います。その餃子のなんですかね、手作り体験みたいなのがあって多分うちでしかできないんで、他の店だったら美味しい餃子はあるんですけど、そのうわ全然違うこんなんもっていうのはうちならではかなと思います。よろしい。大好き。お願いします。はい。こちらの人間掛けのテーブルは入ってなかったんですよ。私のミスで。はい。
ませ。料理出ます。S3 さん行きまーす。ランチの定食とかもなんですけど、うちスープ、トマトのサラダ、定食っていうのが行くんですけど、全部一気に行くんじゃなくて、スープはスープ、トマトサラダはトマトサラダ、定食は定食っていう風に分けてわざと言ってるんですけど、接客する回数をすごい増やすことを意識してて、でそれがもうそのまま満足度に直結するって思ってるんです、僕は。なんで結構手間暇かけて接客回数を意識して増やしてます。それもあって口コミ結構うちいい評価いただいてるんですけど、はあるのかなとは思いますね。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ございます。ない。買ってください。ごめん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 。私行くわ。これ行ってほしい。あ、前菜一個もらっても出るでしょ。ダンス。おい、偉い。車行きます。お願いします。じゃあまで。いいよ。
S8 でご案内お願いします。アスリ行きます。S8 さん行きます。1日多い時で何個ぐらいの数ですか？私は4バットから6バットぐらいなんで、200から300ぐらいですね。忙しかったら餃子も包めなくなっちゃうんで麺上がります。S8 さん行きます。結構餃子お家でやるときにあるあるなんですけど、こうあんをこねて餃子のあん完成しましたって状態で皆さん結構包み始めるんですけど、あんってこね始めると人の体温で緩いんですよ。ちょっとべちゃっとして包みにくいんですけど、本当に10分でも20分でも冷蔵庫にちょっとだけ冷ましてから出してやると油が固まるんでめっちゃ包みやすいです。綺麗に包めます。
うちも絶対こねてすぐは使わないんで、1時間ぐらい冷蔵庫で締めてから油固めて包みます、じゃないとこう油餃子出ちゃうんですよね、端っこから緩くて接客めっちゃいいですサービスはすごい力入れてて、すごいそれがお客さんに受けている店なのかなと。南堀江のマグロの鉄人っていう、僕も家の近くの店なんですけど、そこに関してはマグロがすごい美味しいです、で僕子供がいてるんですけど、子供に対するサービスがすごいやっぱいいんですよね。外食行く時に子供連れて行くとやっぱりちょっと周りの人に迷惑かかるんじゃないかなとか思ったりするんですけど、もうそれをいいよって言ってくれるだけですごい行きやすいんで、接客も料理も含めてすごいいい店です。マグロの太巻きみたいなのが名物なんですけど、むちゃうまいです。はい、よく行きますね。月1回行ってるかも